警察を取らないようにっていうことですよね。警察を取らないように。ここまさに国境なんですけども、この向こう側がウクライナで、この手前側がモルドバです。ただですね、ここの国境エリアはあまり歩いて渡る人はいないみたいですね。車で基本的に来ています。はい。ここ国境ではあるんですけども、非常に静かで、あまり人が大量に押し寄せているという感じの場所ではありません。こちらまさにですね、今来てる人たちというのがもうウクライナから国境を越えて一旦ここでバスを乗り換えるという形ですね。ここでちょっとバスを大きなバスだったり、あるいはモルドバ国内に行く小さなバスに乗り換えるということで、もう続々と人が降りてきます。今泣いてる子いましたけど、やっぱりちょっとちっちゃい子には長旅厳しいですよね。幸い今日はそんなに寒くないですけども、夜は寒いですし、小さい子たちは少しちょっと、ここに今いる方、避難してきた方っていうのは、これまでは小さい子もいるからなかなか国外に避難しなかった。でもそうも言ってられなくなった。大変だけれども避難せざるを得ないというような状況の人たちもいると思われます。結構ちっちゃい子がやっぱり逃げてきてるのは、前から知ってますけども、女性と子供ってことですね。避難してきたのは男性で、ここにいる人たちは基本は手伝いです。やっぱり最初の時と比べて押し寄せてるという、避難民の人が押し寄せてるというよりか、もう少しなんか体系だったといいますか、少しシステム化されてる形にはなってますね。この辺りはあまり喜ばしいことじゃない点で言うと、長引いてしまったからというのもあるんですけども、この後も避難民の方来るときには、皆さんが安心して避難できるような体制っていうのができてるんじゃないかなというのを感じました。We are filming the support for refugees. So, once again, so what kind of organization are yours? This is Christian Church from Moldova. Yes. From Moldova? Oh, Yes, yes, yes. I'm Moldova. Are you from Moldova? Yeah. Okay. Yes. What kind of support do you know? We help refugees. We made coffee, tea, and food for refugees. Oh. Did you cross Лапшичкой подходим, девочки, супчик. Будем супчик? Суп. Суп с лапшичкой. С мясом даже. С мясом. Moldova population come to the Moldova as a refugee. So this is very difficult situation. So what do you think about it? Okay. Moldova is a little country. We have 2.5 million people, but we very glad our people want to help refugees. Yes, many refugees go in Moldova. I think 500,000 or more refugees go from Moldova to Europe. Moldova is very poor country, but we have a big heart. Yes. Okay. And we want help these people in need. And Yeah. so I can see some international organizations. So Yes. We collaborate help with you. any international organization. Organization help children, mothers with children, and people with
health problems, invalid, yes, or another problem. Yes, very good people. France, Italy, I think. Any organization, yes. Je pense que ça c'est le plus important à retenir, quelle que soit la nationalité des différentes associations et des différentes personnes. Chacun vient en aide à l'être humain en difficulté. With our experience, we can say that the effort of Moldova is remarkable. The solidarity of the person in this country is really remarkable. Disaster Relief Team. Is there any other team that you can come up with right now? Just imagine. No, because Intersource is downstairs here. Somewhere, okay. Yes. We can put it somewhere here and we know that. Exact location there. Yes, Okay. yes. 今回の危機事象が起こってから多数の避難民の方々がモルドバ国内に流入しておりますが、そういったことに伴いまして医療の対応が必要になっています。でそこの部分を助けるために世界中から今災害医療チームがモルドバ国内に入って活動を展開しているという状況になります。でそれはもう本当に国のチームであったり NGO であったりさまざまなパートナーがいらっしゃるんですけれども、そういったチームがどこにいるのかということを確認して、さらに現場の状況がどうなっているのかと、やはりなかなか実際の現場からの情報でつかみにくいので、そこの部分をデイリーリポート、日報という形で提出していただくということを日本のチームが入ってから始めているというような状況になっています。なので特に日本のその情報に基づいてまたチームの再配置などをやっていくというのが私たちの仕事ということです。これつまりは国境付近と、あと首都のここシナウの付近がやっぱりそういうエリアが多いとかですか、支援拠点みたいなのが多いとかですかね。はい、やはり人口が多い場所、あるいは流入が多い場所というところに今チームが展開しているということが確認されている状態だと思います。ここに車が来るんですよ。来て本当にここに来るんですけど、そこからルーマニア行き、長距離バスの大きなのに乗る人、あと少し中距離というかちっちゃいのはもうみんな大体キシランに行く人っていうのはうまい具合にちゃんと住み分けできて、全然混乱もしてる感じもなくて、でその場所はあったかく、いろんなところのなんかヒーターみたいなところも来てたテントもあるんで、温かいものも食べれるし、結構なんか整然とした感じで、ただ次から次に来るには来るんですけど、まさに例えばそこで本部として、あるいはこの調整をするために知りたいのは何人、どんな患者さんがどこで診療されたかというのを知りたいと。で全体として今日災害医療チームがどれぐらいの患者さんをどんなタイプの症状、感染症なのか怪我なのか、そういう重症なのかそうでもないのかというところを集計する必要があるということですね。でそれを集計する方がこれは大丈夫ですかね、表紙は。大丈夫です。はい、これは大丈夫です。デイリー、もうタイトルが思いっきりデイリーレポーティングフォームっていう日報ですね、本当に。これが現在具体的に正式にモルドバ保健省に採用されて使われているミニマムデータセットの日報です。で非常に簡単なものなんですが、まずチームの情報、チームの名前、どこにいるのか、どんなタイプのチームなのか、チームのサイズとかですね、というような情報に加えて診療した患者さんの人数ですとか、例えば新しく生まれた新生児の数の方の人数とか怪我の人数というのを網羅的に集めていると。でこれを集めていただくことで終わってはいけなくて、これを集計して、会議に間に合わせて、でそのデータに基づいてみんなで明日の医療を考えていくということをやるんですけれども、その集計がやっぱりこういった状況でなかなか大変です。でそういったところに対して日本の災害医療の情報管理技術というのが大変発展しているので、そこの部分に対して WHO からぜひ一緒に仕事をしないかというお話があって、今回JICA チームとして来させていただいているということになります。What do you think about the role of JICA team at the moment? You see, it's a great challenge always when you have so many different actors on screen to give their support to refugees, to Ministry of Health, and there is always very difficult to get proper information what's going on the field. Thanks to JICA team,
we have this opportunity that we have a so-called minimum data set. We're collecting, analyzing, sharing it with MOH and with other partners if needed, that we have overview. What teams doing on site, what kind of challenges they have, and definitely through this tool we reducing pressure to local healthcare providers, to the Ministry of Health. お屋敷みたいな。ですよね。こちらあるワイナリーのシャトー、屋敷ですね。お客さんを普段は迎えるためにあるんですけど、ここ今旗掲げられてますけども、ウクライナの旗もありますね。なんでアメリカの旗もあるんだろうね。ケイずらっと、これが実際のワインのバレルなわけですね。オーク結構暗いですね。So everything you see here, it was improvised beds for refugees, and it was storage for different refugee necessities, blankets, clothes, and everything. So here now, of course, it looks more clean, but it was in the first days that we took all the wave of the refugees. Before the government had everything in place, such as buses and camps and other refugee centers in place. So until that happened, in the first days, on the first day, we set up everything we could here to take on refugees. Yeah. So how many refugees? So in total, we have helped around 3,000 refugees. So we not only have allowed them to stay here, but we also on the first day we prepaid all the hotels in the region to make sure that no refugees denied accommodation. So we prepaid. Even now, we're still paying for hotels in these regions. Yeah, I think what's very important for the Ukrainian people is not only to receive such support in terms of food and water and shelter, but is also to have that feeling that their neighboring country is helping them, and to have that feeling that they have a shelter and support even while they're being away from home. That's very important. Yes, thank you. So I don't look. One thing I want to make clear, we don't want to be too commercial about this, because the last thing we want to do is to derive any commercial benefits from the suffering of Ukrainian people. The product of this wine, Freedom Blend, is not now. This Freedom Blend, we created it in 2014, after the annexation of Crimea. So after there was a conflict in Moldova in 1992. There was a conflict in Georgia in 2008. There was a conflict in Crimea in 2014. So these states, not only Moldova, Georgia, and Ukraine, but pretty much all the states that have become independent after the breakout of Soviet Union, they actually are still fighting for a de facto freedom. Yes, they gained their independence, but they're still fighting to be free to choose how they want their country to develop and with which values they want to associate with. So we thought that in 2014, we could not stand still, and we wanted to pass a message also through our products. So we came up with this blend. It's a blend of 3 local varieties. It's a variety from Georgia, which is Saperavi. It's a local variety from Moldova, which is Rara Neagra, and it's a local variety from Ukraine, which is Bastardo. So we say that this wine has the heart of Georgia, the terroir
of Moldova and the free spirit of Ukraine. So today, unfortunately, the message that this wine gives is more actual and more relevant than ever. And we are working on relaunching this product. We are changing the label. And the message that we'll give with a new edition. We'll call it the tribute edition. The message will be "Thank you, Ukraine." Дякую, Ukraina. To show the support for Ukraine. And why we want to thank Ukraine, we as Moldovan people, because right now, in a way, the Ukrainian fighters, they're fighting for us. They're holding the ground, they're fighting their war, but they're also protecting us. And they're fighting not only for Moldova physically, that, I don't know, Russian tanks do not arrive to Moldova, but they're fighting for freedom, for the concept of freedom, for the concept of being able to choose the direction in which your people, your country, choose to go to. So, at the moment, you know that it's a bigger war. It's a war that is happening in Ukraine, but it's a bigger war between values that are being carried by countries in the Western world, in Europe, in the United States, versus other values. This is it. はい。じゃあ、ありがとうございます。じゃあちょっと試飲してみたいと思います。フリーダムブレンド。お、すごい芳醇な香りですね。いただきます。とても飲みやすい。すごいかなり香り強めですね。そしてライトなのかな。はい。モルドバとウクライナとジョージアのブドウが使われているということです。本当に飲みやすい。結構あまり私普段ワイン飲まないんですけど、ぐいぐい飲んでしまいますね、これは。Good.今ですね、こちら高台に登ってきたんですけど、もう向こう側、高台の丘降りた向こう側、つまり川の向こうの町はもうウクライナってことですね。はい。本当に近いですね、ここちょっと。段差気をつけてください。Я вам не принесла. Я вам хлебушку взяла. Я уронила. Что уронила где? Яичко я уронила. А куда ты не уронила? Где ты уронила? Куда ты уронила? Туда. Наточка, там нет яичка. Какой-то. Дядя фильм про тебя снимает, а ты вредничаешь. А тебе? Да, дядя фильм. Мы доехали на автобусе до Маяк, а дальше мы шли по трассе пешком, пока нас Красный Крест не подобрал. Ну, у меня проблема с обувью была, у меня с обув порвался, мне дали другие, то есть как гуманитарная помощь, я понимаю, что это как секонд-хенд, там они, конечно, старенькие уже, но опять же, я не босиком. Дали, они осенние, да, ну их дали. Пожалуйста, вот я же говорю, с ребенком были проблемы, помогли. Медсестра приехала, медсестра каждый день к ней приходила, наведывалась, ну то есть, и как-то ты выходишь на улицу, я честно, я так боялась, что вообще ехать куда-то в другую страну, я думала, что будет отношение, знаете, что приехали сюда, вот такого плана. А здесь наоборот, как бы нормально, дружелюбно, пожалуйста. И участковый даже вот приезжал, когда нас регистрировал, он дал свой номер телефона, если что, вдруг, участковый милиционер, да, пожалуйста, если вдруг звоните, что, то есть
поразительно. Пока. Я увидела тупик, А мама, я ну я не думала, что доживу. Не было войны в моем детстве. Вот будущее, молодых будущее. Такое. Жалко, обидно. Что, дядьки, да? Смущает тебя, снимают? Я встречался с семьей в Молдавии, там тоже была мама и двое детей. Она учительница в Монтессори.